皆さんこんにちは、みやりです。今日はですね、気楽に楽しんでいただけるテーマ、初心者におすすめの最初の一振りということをやっていきたいと思います。ベテランの方にはですね、動画の最後の方に刀剣会の一大イベントでもあります刀座のお知らせがあります。刀座2026、こちらの方ですねがありますので、そちらだけでもご覧になっていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。ではですね、初心者におすすめの最初の一振りですね。大前提としてはですね、自分の好きなものを買った方がいいです。これでもう以上って感じなんですけども、とはいえですよ、なかなか、自分の欲しいものがですね、例えば人気投稿ですとか、古いものですね、その鎌倉時代とか南北朝の刀がいいとか、三尺刀とかっていう長いものが欲しいなっていう場合は、いずれも人気ですので、高額になってきます。人気があるものが高いっていうのは、世の常でございますね。なので、欲しいものがあるんだけども、なかなか手に入らないと、手が届かないという方もですね、多いかと思います。そういった方たち向けにですね、今日の動画やっていきたいと思います。ではですよ、最初の一振り何がいいか、よく言われるのがですね、その鑑定書付きの、短いもの、脇差し担当ですね、それがいいですよ、おすすめしますよってことをですね、よく言われます。大きいウェブサイト、名古屋刀剣ワールドさんとかですね、そういったところにも、そういった旨、記載されていますね。私も基本的にそれに同意します。その通りだと思いますね。で、その中でも私は特に脇差しをですね、お勧めしたいというふうに思っているんですよね。なぜ担当ではなく脇差しをお勧めしたいか、いろいろ理由があります。持論ではありますけどもね、3つ理由がありますので、そちらの方ですね、ちょっとご説明していきたいというふうに思います。初めての一振りに脇差しをお勧めする理由としてはですね、やはり刀らしさ、それから所有の満足感ということがですね、挙げられます。こういった平作りの担当は、ベテランの方に人気でですね、一目で刀の全体像がパッと分かってですね、勉強しやすいという利点があるんですけれども、なかなか個人的には、これでその初心者の人に長い間楽しめてるのはなかなか大変なんじゃないかなと。皆さん刀に興味を持った時のですね、好きになった経緯というか、その時のことをぜひぜひ思い出してほしいんですけれども、それは時代劇とか、あるいは漫画、ゲーム、アニメ、何でもいいですけどもね、そういったものを見た時に、パッとこういった刀らしい、日本刀らしい姿というのを見てですね、心に刺さった方も多いんだと思うんですよね。そういったですね、自分の好きになった原体験みたいなものを追っていくとですね、自然とおのずから、求める刀の理想像みたいなのが出てくると思うんですけれども、こういった平作りの脇差しよりはやっぱりそういった刀らしさですね、日本刀らしさがあるというところが、所有の満足感というものにもつながっていくのかなというふうに感じていますね。もちろんですね、担当が悪いということではありません。担当お好きな方、あるいはですね、熱心に、日本刀というものを勉強したい、探求したいという方にとってはですね、刀の見どころである刃文と地金というものが非常に見やすいですから、そういった意味では本当に最高の一振りになる可能性もあるんですけれども、買っただけで満足して終わってしまうっていうと、それは残念なことになりますよね。だから買った後に熱が冷めないというのも、初心者の刀選びにとっては重要なことの一つになってくるわけです。それはですね、本人のためにも刀のためにもそうですね。飽きて世話しなくなってしまうというのが一番よくありません。もしかしたらですね、刀を所有する感動というのがあまり起きないケースもあるかもしれませんので、そのあたりはですね、分け差しという選択肢はなかなかいいんじゃないでしょうかというところが一つの理由になります。そして2つ目の理由としては、現実的な問題。価格が安いですね。冒頭に挙げたような有名投稿の作品でもですね、刀とかだと手が出ないけども、脇差しとか担当であれば、頑張ればいけるかなっていうものも結構あるんですよね。
日本刀の価値についてはですね、よく昔から言われるのが、刀の価値、内刀の価値をだいたい100とすると、短刀は50になる。脇差しは30ぐらいになるというふうに言われるんですね。つまり刀で100万円のものがあったとしたら、同じ作者で同じ出来の短刀が50万円。脇差しが30万円っていう大体の、相場のイメージ感っていうのが昔からあるんですよね。実際の価格はですね、出来ですとか、それから長さ、鑑定書、こしらえの有無などによってですね、変動しますので、一概には言えないんですけども、脇差しというのはそれぐらい、お値打ち、それが、おすすめできる2つ目の理由ですね。かなり現実的で、大事な要素ですね。最後はですね、バリエーションの豊富さですね。これが、一つ脇差しの魅力というふうにも言えると思います。形状はもちろんですね、長さも様々でございます。小脇差し、中脇差し、大脇差しとですね、長さによって分類されますけれども、ちゃんと分類されてるぐらいいろいろな長さがあるということなんですよね。実際見ていくとですね、例えば、これは、いつものサビ型なんですけども、ちょっと長めですね。53センチ。波長は53センチ。これでも脇差しなんですね。長めの脇差しです。で、短いというと、これぐらい30センチ前半ですね。これが短い脇差しなんですけど、これぐらいやっぱりサイズ感に違いがあって、バリエーションがいろんなものがあるんですね。それでこうやってそのしのぎ作りだったり、こうやって平作りだったりとかですね。いろいろなパターンがあって、このようにちょっと長めで、所有の満足感がありそうなものもあればですね、このように少し短くて豪壮、身幅が広いものもあります。そして、このようにちょっとややですね、反りが強めな脇差し、中脇差しもあれば、こうやってですね、スタンダードなタイプの真面目な脇差しもございます。あとは、こういった、ゴリゴリの脇差しですね。ものすごいこれ豪壮で、重ねも全然違うのが見て取れるのかなと思いますけども、こういった風にですね、非常に、いろんなバリエーションがある日本刀をですね、比較的お手頃な価格でお楽しみいただける、自分の好みに合わせて選べるというのが、脇差しの魅力の一つですね。まとめです。一つ目、日本刀らしさ、所有の満足感がある。二つ目、比較的安価。三つ目、種類が豊富で選びやすい。以上が初心者の初めの一振りに脇差しをおすすめする理由でした。もし最初の一振りでちょっと迷ってるよって方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひ参考にしていただければと思います。ではですね、刀座です。刀座、2026大阪春の陣ですね。刀座2026春の陣、3月28日土曜、29日日曜に大阪城ホール、白見ホールで開催されます。私には分不相なですね、大きなイベントなので現地にいないんですけれども、先日のテニス即売会でもご一緒させていただいたシンボリビーストーケンさんのブースに、私とですね、あとそれからロバートさんかな、ロバートさんの刀の一部が置かれておりますので、ぜひぜひですね、刀座ご来場の際はお立ち寄りいただければと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。これはですね、先日の展示会での映像なんですけれども、こういったですね、魅力的な高額商品の刀もあれば、それから、お値打ちな10万円台、20万円の脇差し、短刀などもですね、豊富にご用意されていると思いますので、何卒ですね、初心者、それからベテランの方問わず、刀を好きな方、ぜひぜひ立ち寄ってですね、見ていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。本当はですね、こういった刀座の招待券をちょっと準備していて、
視聴者の方とかその X のフォロワーさんにプレゼントをしようと思ったんですけども、全然バタバタしててですね、用意してるものがなくてちょっとできずじまいでした。また今後ですね、こういった機会あれば、そういった、プレゼントなどで皆さんに還元していければと思いますので、ぜひぜひですね、動画もしくは、X、Twitter の方もですね、ご覧いただければと思います。それではですね、その刀座2016春の陣の目玉商品になりそうないい刀の映像を流しながらですね、今日のところは終わりにしたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。